美容整形で人生を変えたい。この番組は容姿にコンプレックスを持つ人にありとあらゆる美容整形を施し、全くの別人に生まれ変わらせ悩みを解決。今回は2人の女性が登場。1人目はなんとスマホ母から通知が来て、あんたこれ受けてみたらみたいな。あ、お母さん推薦お母なんだ。さんから斬新。母から母からの推薦により応募を決意した女子高生が、さらにもう一人の女性は一度は結婚するも目がきつい、睨まれてるみたいだからどうにかしろ、連れて歩きたくない。夫から容姿について傷つく言葉を言われ離婚。2人の子供を育てるシングルマザーが登場。しかし2人のうち美女に変身できるのはたった1人。その衝撃のビフォーアフターとは。美容整形ビフォーアフタービューティースタジアム。さあ、この番組はですね、美容整形で人生を変えたい、そんな人たちを日本最高峰の技術を持った美容整形のスペシャリストたちがサポートして救うという素晴らしい番組でございます。で新しい技術も開発されてますし、はい最近はもうこの手術に集中してるみたいな、僕はこれのスペシャリストですよみたいな先生がいっぱいこう育ってきてるような感じしてますね。先生がいじってるかどうかもついでに聞いてもらっていいですか？先生確かにめちゃくちゃね、綺麗なお顔。いやいやいや先生は彫刻っぽいですよ。ちょこちょこやらせていただいて。あるじゃんね、今美容整形総額3000万円。井川先生、そうです。まさにもうお世話になったことがあるんですか？そうなんですよ。お花の修正していただきました。すでにもう先ほどもカウンセリング経過観察していただきました。ひろゆきさんは美容整形とかすでにもうやる必要がない人が整形やるのはどうかと思うんですけど、はい、これはまあ整形以外に道ねえよなって人もいるじゃないですか。そういう人が変わっていくんだったら面白いかなと。希望者出てきても今みたいなコメント絶対言わないでください。助けてください。そういうもの。マイルドにお願いいたします。今回は整形サバイバル。これから2人の候補者が登場。美容整形を望む切実な理由を聞き、スペシャリストの先生たちにどちらに美容整形を施すか1人を決めていただきます。まず1人目の候補者が暮らしているのは静岡県某所。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。容姿にコンプレックスを抱くその素顔がこちら。ももさん35歳。身長165センチ、体重60キロ。ぽっちゃり気味のお腹にシミが目立つ肌。今回美容整形を希望する箇所はどこだろう。顔の輪郭からもう全部なんですけど、目はこれ埋没してるんですけど、年もあると思うんですけ目はもうど、だいやってるぶたるんできて、二重の幅も10年前ぐらいに決めた幅で、ちょっと幅が広すぎるのと開きが悪いのと、で鼻は大きくて低いので高くしたい。口もこの人中の長さとかも気になりますし、もう顔全体。あ、なるほどね。エラが気になる輪郭や目や鼻、口など顔全体の美容整形を希望するももさん。ちなみにご家族は今いらっしゃるんですか？子供が2人います。旦那さんは？離婚しました。シングルマザお子さん2人いるんだ。現在は子供2人と暮らすシングルマザーだというのですが、普段の一日に密着してみると強く美容整形を願うほどの壮絶すぎる人生が。今お仕事は何されてるんですか？今はお仕事はしてないです。2年間休職をして、で今失業手当をもらって
っている最中なので。お仕事辞めた理由っていうのは？パニック障害です。どうしたんだろう。大変だね、2人の子供を育てながら。もともとは友人に誘われ保険の営業をしていたそうなのですが、2年前にパニック障害と診断され、休職期間を経て退職。現在は失業手当でどうにか生活しているという。じゃあ整形やってる余裕はないよね、費用は。自腹だときついですね。この日訪れたのが、こちらはどこですか？ハローワークです。月に1回ハローワークに通い、求人をチェックしているそうなのですが、どうなんだろう。今日なんか成果ありました？パニック障害を公表して働くか、しないで働くかとか、すごく少ないんですよ、求人が。自分で探すっていうのが早いかなっていう。どんなお仕事を探してるんですか？できれば人目につかない内職っていうんですか、工場の中で流れ作業とか。パニック障害というハンデや人前に出る仕事に抵抗があることで希望の求人に出会えない。なるほど。その裏には自身が抱く顔のコンプレックスが大きく影響しているそうで、抱き始めたのは中学生の時ですね。私テニス部だったんですけど、テニスコートに行く時に体育館の前を通るんですけど、そのバスケ部の女の先輩が目つきが悪い、睨んでるよ、こっち睨んでるみたい昔ってよくなあり感じでますよね、こういうの。ありますよね。言われることが結構あって、意外と覚えてるんですよね、そこからこういう時のことって。私の目ってそんなにわかるな。きつく見えるんだな。友達からも冗談で団子っぱだねみたいな、鼻低いね、こうやってやったらつくでしょみたいなとかっていう、いじられるようなこともあったりとかして、気になるようになりました。すると徐々に自分の顔が嫌いになっていったという。そんなことないんですけどね。可愛らしい、普通可愛らしい。そして学校生活に支障をきたすまでに。おとなしいまでいかないけど、あんまり目立ちすぎないように、でも不快感を与えないようにっていう、このある程度みたいな感じを気をつけてました。相手を不快にさせないように気を使いすぎるがあまり、いつしか人と接することが苦手になっていたという。そのため普段は外出はそんなにしないと思います。お買い物でスーパーとかっていうのは？マスクをしてあまり人が多い時間帯っていうのは避けて行くようにしてます。見られるのは嫌です。やっぱり見られるのは嫌っていうのはすごいあんだね。自信がなくなっちゃった。そんなももさんにとって数少ない憩いの場所が地元の美容室。その理由が、そのお客さんがいないオーナーさんと自分っていう感じなので、無防備な自分の顔を見られることが嫌で美容室に抵抗があったそうですが、こちらは他のお客さんがいないため通うことができているという。顔がダメな部分、他で補おうじゃないですけど、髪の毛も汚いと不快だよなということで綺麗にするようにしてます。整形したいって思ってる相談とかって？はい、前から聞いてます。なんかやれて、それできっかけになって、もっと芯から元気になったらいいなってすごい感じてます。はい。綺麗になりました。はい。ありがとうございます。髪の毛は綺麗です。髪の毛も。最後にももさんのご自宅へ。住んでいるのは 3DK の市営団地。家賃補助を受け
月1万2000円で生活。いや子供2人大変だな。10年ほど前から当時結婚していた夫と暮らしていたそうで、結婚されたのは何歳の時？ 18です。19で。あー若い。頑張ったんだ。さらに20歳で2人目の子供も生まれました。しかし幸せな生活は長くは続かなかったという。結婚してからもこう自分を出せるなと思ったら喧嘩が増えて、というのもすごい怒られるようになりまして、私がちゃんとできないから怒らせてしまうっていうふうに思ってたので、どうしたら怒んないかなっていうのをすごく気にしながら生活してましたね。いつしか一番のコンプレックスだった容姿のことまで言われるように。いやダメだね、最低。結婚してる時はまだ二重にしてなかったので、目が本当にきつい、睨まれてるみたいだからどうにかしろとか、最低。お前の鼻に死んにくみたいねとか、連れて歩きたくない、化粧しないんだったら一緒に出かけたくない。そんな度重なる容姿に対する発言が我慢できず5年で離婚。その後は子供2人を育てるため休むことなく働くも、過去のトラウマやストレスが原因でパニック障害に。それでも大事な子供たちは不自由なく育てたいとシングルマザーとして奮闘。食べましょうか。いただきます。結構もう大きいのか。そうか、10歳とか。うまいよ。うまいね。残りのテストは帰ってきたね。お風呂は見て。見て。数学は6点。6点。じゃあもうさ、頭が悪いとかいう次元じゃないじゃん。もうそれやっときがないじゃん。やる気を出すところから始めた方がいいから。いやでもいい家族ですね。少々子育てには苦戦しているようですが、現在中学3年生の娘と中学2年生の息子は中3中。お母さんが美容整形したいことについて確かに。どう思っているのか。ママがはい。整形するのどう思う？いいと思います。それでちょっとでも悩みが解消されて、気持ちが軽くなるんだったら全然いいと思う。俺嬉しいもん。なんかさ、授業参観とかでさ、なんかさ、美人だねとか言われたらさ、なんか自分じゃないけどちょっと嬉しい。いやそうなんだ。それは嬉しい。ありがと頑張って。う。頑張る。この番組で整形できたとしたらはい。どうしたいですか？まずは元旦那もそうですし、自分の容姿に対して言ってきた人を見返したい。仕事も、工場とか人目につかないような仕事ばっかりしてきたので、メイクが好きなんですね。化粧品とかが好きなんですよ。なのでそういった仕事につけたらいいなとかも思ってます。さあそれでは整形候補者ももさんです。どうぞこちらへ。よろしくお願いします。全然美人じゃないですか。美人ではないでしょう。ひろゆきさん。全然整ってると思います。ひろゆきさんの音声を誰かオフにしてください。でもいろんなこと多分やってこられたんだとは思うんですけれども、本当2年で15キロ太っちゃったんですよ。パニック障害になってから。パニック障害はどんな時にこう出ちゃうんですかね？今はお薬でだいぶ落ち着いてるので、
そんなにひどく出ることはないんですけど、やっぱり電車の中とか、あとすごく緊張したりとかするとちょっと息が上がってしまったりとかっていうのがあります。はい。今も無理なさらず、楽しんでくださいね。同じシングルマザーで子供を育てながら、今仕事を探している最中ではありますけども、本当に子供を育てるっていうことは大変ですし、日々どこか完璧じゃないといけなかったんじゃないかなって夫婦生活で思ったりするんですよ。で子供がいると、でこの頑張れてない自分だったりできなかった自分にまた嫌悪感が生まれたりとかの、結構今負のループに入ってしまったのかな。なるほどね。って思っていて。ではそんなももさんを激変させるとしたら、美容整形4人のスペシャリストたちはどのような美容整形を施すのか。日本最高峰の技術を持つ4人がももさんをカウンセリング。今回彼女が希望する整形手術がこちらです。さあ大きく4箇所、たるんだ二重まぶた、大きくて低い鼻、陣中が長い、そして顔が大きく見えるエラと。一番やっぱり変えたいなと思うのは僕的には目ですね。あとはお花は言われる団子っ鼻っていうほどではないと思うんですけれども、我々としては非常に綺麗にしやすいところですよね、鼻の整形っていうのはですね。そう語るのは症例数5000以上、海外でも技術が絶賛される顔面骨切りの匠。顔の長さまでも変幻自在に激変させるリッツ美容外科東京院広日俊次。彼がももさんの顔で最も気になったのが目の下のやはり余白感ですかね、ちょっと中顔面が長く僕は見えるんで、さらに言うと、ルフォーという手術と両顎手術って今流行りなんですけれども、ルフォーって何ですか？ここで骨切ってだるま落としっていうか上に上げちゃう。これ私やったことありますね。これ流行りって言われてますけど、結構もうめっちゃダウンタイムしんどいです。ここをもう本当に切断して何時間くらいここ切ってポンと上げる。何時間手術するんですか？何時間ですか？もう5時間。5時間ぐらいですね。スポイトでご飯食べなきゃいけないです。もうここスポイトでこう入れて、顎も動かなくなる。動かないですね。それちなみに費用はおいくらぐらい？300万ぐらいですかね。ちなみにひろき先生のおっしゃってた目も変えて鼻も変えてっておっしゃってたやつを全部やったとすると大体一式いくらになるのかな？1000万近くいっちゃうかもしれない。それではRちゃん3分の1ぐらいなんだ。笑いながら言うんじゃないよ。でもこの1000万を一気にできるってもう羨ましいでしかないですよ。やっぱ皆さんもそれぞれ1個ずつ私も10年かけて3000万ですから、ちょこちょこそうですそうです。やっぱいきなりそんなまとまったお金ないもんね。ないですよ。一気にやるとダウンタイムも1回で済むんですか？そうですそうです。じゃあ10回やると10回ダウンタウンが必要なのが1回で済むようになるんだ。そうです。めっちゃ楽しそうに喋りますね。僕は学生時代の写真とかを見た時に一瞬剛力さんみたいな雰囲気を感じたんで、二重は別にあれする必要あったのかなっていう感じがした雰囲気があったんですよね。こちらは名だたる有名人や社長など数多くの VIP の美容整形を担当。 SBC メディカルグループ代表補佐であり400名以上の美容外科医を指導してきたレジェンドドクター井川和弘が導き出した答えが、単純に学生時代あれだけいい感じであれば現状から若返りを全体的に少ししたり、肌のケアはレーザーとかもね全然してないんでしょうから、美肌のことをやったりとかがメインかなとは思いましたね。なるほど。あと学生時代の笑った写真がすごい綺麗な歯並び。可愛らしかった本当にあの写真がね。だからいいですよね。そんなにするって私もですね本当にもっともっと自信持ってほしいなってすごい思ったんですね。井川と同意見だというのが糸リフトや脂肪吸引で究極の美を追求するエキスパート、生涯美しく若返りの魔術師ルクスクリニック院長奥村智子。彼女がももさんに改善を勧めたのは2年で実に15キロ太ってしまったというぽっちゃりとした体。
いろんなことを、背負って生きてきて、やっぱ自分にこう綺麗にするような時間をなかなか取れなかったりとか、日々に追われてやっぱついついちょっとこう食べちゃったりとかね、太っちゃったっていうのもあると思うんですよ。パニック障害のことあるとは思うんですけど、やっぱりだから少しこう脂肪吸引っていうか、ダイエットする時ってやっぱりこう自分からダイエットを頑張ろうっていうのってすごいエネルギーがいるじゃないですか。だけどちょっと脂肪吸引は部分的にしてあげるとやるぞみたいな気持ちになるんですよね。ちなみに先生ものすごい綺麗なお顔ですけれども、はい、肌も綺麗。先生何かこう美容のね、美容のためにとかどういったことをされるんですか？私もRちゃんほどじゃないんですけど、多分1000万は超えてるかもしれない。そうでしたか。1000万プレイヤーでした？私実は結構脂肪吸引結構全身受けてるので、すごく私やって自分が良かったと思ってるので。ももさんね、先生みたいにこういうお話聞くといかがですか？ワクワクします。そうワクワクが大事なんですよ、整形は。でもやっぱりちょっと気になるのが、そのパニック障害の問題と容姿のコンプレックスっていう問題が美容整形によってなんかひっくるめてなんか解決するんじゃないかなっていうふうにどこか思ってらっしゃったら、それはちょっと注意が必要かなと僕は思うんですね。そう語るのは、理想の胸を包協で叶えるバストの神様。卓越した技術で美しいシルエットとボリュームを実現するバストの匠、ロジッククリニック小野純平。やはり今回かなり大掛かりなこの1000万とはいかなくてもかかるので、それでやはり人前に出ることが、そのパニック障害が原因で難しかったってなった時に、もっと整形しなきゃいけないんじゃないかとか、負のスパイラルに一気にやっちゃうことによってなるリスクというのもあるので、それこそ1000万で済まない3000万プレイヤーにならざるを得なくなってしまったりとか止まらなくなっちゃう可能性がありますね。なので奥村先生とかがおっしゃるように、まず小さな成功体験といいますか、そういったところから始めていく方がいいんじゃないかなとね。さあここでカウンセリングタイム終了です。何かね、先生方にこれだけは言っておきたいことあれば。新しい自分になって前を向いてこう明るく生きていくためにって思ってます。美容院にね行く姿も VTR ありましたけど、やっぱりこう今でも人に見られるのがちょっと苦手とか、そういうところがなんか変われるんじゃないかという思いですかね。美容室がガラガラなのは人気がないからなんですか？そういうことじゃないですよ。マンツーマンでやる美容室だから特別ですよ。美容室までディスらないですよ。それは人気の美容室です。そんなももさんと美容整形たった1枚の切符を争う2人目の候補者が住んでいるのは中部地方某所。乗ってんの？あら、何してんの？こんにちは。こんにちは。こんにちは。ビューティースタジアムです。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。可愛らしい子。通信制の高校に通う現役高校生愛花さん18歳。高校生若いな。もう考えるんだ。ぽっちゃり体型。さらに目を引くのはこの大きなエラ。その整形をしてみたいと思う。輪郭が一番気になってますね。輪郭がなんかもうちょっとちっちゃく、骨の問題なので骨を切ってできたらなと思ってますね。彼女が美容整形を希望するのは丸いフェイスラインの改善、さらに鼻を高くしたいなど計4カ所の美容整形を希望している。そんな彼女が今回番組に応募したきっかけが、バイト中あんま良くないんですけど、スマホ母から通知が来て、なんだろうと思って見たらポンって送られてきて、あんたこれ受けてみたらみたいな。あ、お母さん推薦なんだ。お母さんから斬新。母から？なんか応募するだけなんか受かんないし無駄だなって思っちゃいますね、正直。でも受けてみたらなんか私の人生変わるかなと思って、大げさですけど、そうですね、応募してみました。美容整形をすれば
私の人生変わるかな。両親は愛華さんが小学2年生の時に離婚。以来女手一つで育ててくれたお母さん。しかしなぜそのお母さんが18歳の女子高生の我が子に美容整形を勧めたのか。なんかそこについて聞いてます？いや特に聞いてないですね。その真相を確かめるべくご自宅へ。するとその道中、気まずい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 。突然気まずいとつぶやき後ろを向く愛華さん。何が。学生がいる。気まずい気まずい。OK です。ちょっとなんか学生気まずいなと思ってなんか気まずくないですか、こう見られてるの。なんか自分が今通信行ってると普通科の子たちとすれ違うのがだいぶコンプレックスで。コンプレックスか。全然知り合いじゃないですよ。全然知り合いじゃないですよ、もちろん。知らないんですけど、ちょっと見られるの気まずいなみたいなのはありますね、やっぱ。普段何して過ごしてる？普段はもう寝るか趣味かバイトかですね本当に何にもしてないですこの日はせっかく外に出たということで今からダイソー寄りますね。ダイソー。愛華さんの大切な趣味に必要だというあるものを買いに100円ショップへ。どうもどうも。どうもどうも。買い物終わりました？終わりました。さつまいもも大好きなのでさつまいもとか。お菓子？お菓子だった思ってたんと違う。うんうん。毛糸です。毛糸。なんかやんの？愛華さんの大切な趣味はこの糸を使って作るものだという。さらに道中夕食の買い出しも。終わりました。しっかりしてる。料理されるんですね。いつもしてますね。すごいじゃん。何買ったお魚？なんかハマチが安くて。ハマチ。そうで30%引きですね、これ。30%。だいぶ熱い。熱い。しっかりしてる。偉すぎる。18歳でハマチ料理。野菜も安くて値引きされてて、そういうの大好きなんですよね、本当に。その節約っていうのはされてるんですか？そうですね。あんまお金使わないようにはしてますね。偉い。整形とかもやっぱりしたくて、そうですね。やっぱりお金貯めて頑張ってますね。月に6万円のアルバイト代は一部を実家に入れ、残ったお金は美容整形費用のため貯金をしているという。偉い。高校生でしょ？偉いな。そしてご自宅へ。はい、もお母さん。すみません、お邪魔します。こんばんは。こんばんは。ワンちゃん。すいません、うるさくて。いや、全然ワンちゃんが。共に暮らすお母さんと愛犬のモカちゃん。モカちゃん。名前モカって言います。おお、こちらがはいはいはい。お部屋。はいはい、そんな感じです。すると先ほど100均で購入した毛糸。何作るの？さらに大量の糸を取り出し何かを作り始めた。これ何作ってるんですか？ミサンガです。ミサンガだ。懐かしい。足につけんだよね。そう。みんなね。で切れた時に付き合えるみたいな。なんか昔母が教えてくれて、結構集中してできるから好きです。一晩こうやってやってたら割とでも1本できるかなってぐらいです。一晩で。一晩で1本。今なんか願いが叶うとしたら、どんな願いが叶ってほしいですか？なんか幸せになりたいですね、本当に。なれるよ。そして夕食。食べるんじゃない？ももも。ママが食べる。ももも食べる。そういうこと？
ね、こんな機会がなかったら多分一緒に食べないですね、ほぼほぼ。私が帰ってくるのが遅すぎるので。普段は別々で食べているそうですが、この日は撮影が来たことで久しぶりの2人での夕食。ご飯それだけだけとかもう割とだって夜だからそんな食べないっていうか、もう本当に夜がっつり食べると太るからね。美味しそう。ヘルシーですね、だいぶ。魚と野菜でね。頑張って食べなさいよ。食べないの？なんで？あなたがいっぱい食べるかと思って。いいの？食べたいんでしょ？するとメガネ壊れてるんです。セロテープで止めてるんですか？しかもレンズも割れてる。ちょっと買い替えようよ、これは。こっから始めてほしい。犬と歩いてたらメガネポロンって落ちて、ここレンズが直すお金がない。すごい貧乏な子みたい。だって直すお金ないじゃん。直すお金ないから貧乏じゃん。そうなんだけど。めっちゃ笑うじゃん。貧乏感出てるじゃんと思って。ちょっとお母さん笑いすぎじゃないあれね。娘のおかめっちゃいじってる。贅沢とはほぼ無縁。つつましい暮らしを送る愛花さん。しかしなぜお母さんは今回18歳の娘に美容整形を勧めたのか。まあこのね応募されたきっかけがお母さんだったっていう。そうですね。まあ娘が楽に生きていけるなら、自信持って生きていけるならそっちの方がいいですもんね。娘には楽に自信を持って生きてほしい。実はそう思うようになったのにはある出来事が関係しているという。なんか高3になったタイミングで一回自殺未遂しちゃって。自殺未遂？ OD でOD で自殺未遂みたいな。でも全然知らなかったんですけど。昨日家で？違います、学校です。学校で？本当に先生方にはご迷惑かけたなとは思ってるんですけど。そうなんだ。学校で本当に無理だなってなっちゃって、授業中バターン。何それ？本当にご迷惑かけて。実は愛花さん、通信制の高校に通う前は全日制の工業高校に3年生の8月まで通っていたという。しかし学校で自殺未遂をしたことが決め手となり自主退学。でもなぜ自殺未遂を？なんか工業高校で女子が少ないからかもしれないんですけど、なんかいろいろ言われててひどいのだと顔面エアバッグとか意味わかんなくないですか？顔面エアバッグ？そう、なんか顔が大きいからなんですかね。なんか顔面エアバッグとかも最初は気にしてなかったんですけど、どんどん来ちゃって、なんかコンプレックスがどんどん気になってきちゃってっていう感じで。顔が大きかったことで3年間言われ続けた心ない言葉。ひどいこと言うやつがいるな。考えてないんだよね、みんなそこまで。その言葉は18歳の心をそりゃそうだ。蝕んでいった。そして実は自分自身が若い時に高校卒業してすぐ埋没で目を二重にして一重が嫌だから男の子に心ない言葉を言われるんですよね。やっぱり目開いてるかわからんとか、やっぱりそういうので傷ついたからこそ顔を変えたいにつながるんじゃないですかね。世の中の女性もみんな、見た目が変わって自信がついてめちゃくちゃ表に出ていきそうな気はしますけどね。変わったらいいね。実はお母さんも美容整形の経験者。自分自身美容整形をしたことで前を向いて生きてこられた。だからこそ娘も前を向いて生きてほしい。そんな思いから今回娘に美容整形を勧めたのだそう。整形できるってなったらどんな自分になりたいっていうか。そうですね、なんか人生やり直すって言ったらまた違いますけど、その新しい顔で新しい人生を歩みたいなとは思ってますね。美容整形候補者2人目の愛花さんです。どうぞこちらへ。よろしくお願いします。
お座りください。とっても性格も明るいイメージだし、ただ学校でちょっとこう薬物やっぱり男性と言われたのが嫌だった。嫌だったとか、もうそれとかいろいろ他にも言われてたりするので、積み重なっちゃって仲間外れとかもうこれやってなんかもうこの世からいなくなってしまいたいなって思っちゃったんですね当時。それですごく多分真面目で、いろんなところに気を使って、そういうところが多分どんどんこう内側に入っていっちゃってね、前向きにちょっとねなれなくなっちゃったのかなと。お母さんあれだね、とっても明るい人だね。あ、そうなんですよ。お母さん明るいよねみたいな話になってたんですけど、その高校生の娘の眼鏡が壊れてるのを直す責任が自分にないと思ってる時点でちょっと僕親としてどうかと思ったんですよ。でそれをカメラが回ってるところで笑い物にしたじゃないですか。まあ確かにちょっと気にはなったんですけど、娘を笑い物にするのがそれがそれ眼鏡の修理代ぐらい親が出せばいいじゃんっていう感覚もないっていうのと、我が子の眼鏡あんなにいじる親いない。お母さんがだってチャレンジしたらって言ってくれたんですよね。確かに、それは嬉しかったですか？どうです？嬉しいですよねやっぱり機会を与えてくれて、やっぱりこういうの出ちゃダメっていう親もやっぱり多いと思うんですよ。その中であんたやってみたらって背中を押してくれるのはやっぱり嬉しいことですね。今回もしね整形できるとしたらどんなこう人生を期待したいですか？そうですね、今まで諦めてたことなんですけど夢があって、アイドルになりたいんですよ。夢を叶えてもっと明るい人生にしたいなって思ってます。ではそんな愛花さんを激変させるとしたら、美容整形のスペシャリストたちはどのような美容整形を施すのか。日本最高峰の技術を持つ4人が愛花さんをカウンセリング。今回彼女が希望する美容整形手術がこちらです。やっぱり鼻を高くしたい。これやっぱ人中みんなね短くしたい、そして丸い輪郭をシャープにということでございます。なんかすごいね優しい感じで、性格も素晴らしいし、ちょっとアイドルは目指せないかもしれないですけれども、いやなんかすごい好きですね、こういう子はとっても僕は。彼女したら変わりそうですか？変わると思いますけど、触らせてもらっていいですか？どうぞどうぞ。わかるんですか？ほっぺた触らせてもらっていいですか？脂肪なのか骨なのか。骨切りの匠が今骨を触ってますよ、骨を。ありがたい。いや筋肉も今触ったんですけど、ちょっとここの失礼ですけど下膨れ感を直したいなっていうのは一つありますよね。どこが一番気になるってなると印象としてパッとエラにやっぱり目がいってしまいますので、ボトックスっていうね方法がありますので、ボツリヌストキシンっていうですね注射をしたら筋肉が萎縮して小さくなるっていう方法があるので、でちゃんと元には戻るので一定期間のものなので、それを今まで打ったことないぐらい打ってみたいなっていう。実験台みたいにしないでください。私もちょっとここにね目がいっちゃいますね。なので、ここにあるものって結局、皮膚と脂肪と筋肉と骨しかないので、全部をアプローチしていくっていうのがやっぱりいいのかなと思います。やっぱり骨切りをまずこうねやってあげて、さらに脂肪筋も少しして、エラボトックスもいっぱい打って、もうやれることをやって。でも聞いてると骨切りとかって聞いてどんな印象？めっちゃやりたいです。めっちゃやりたい。すげえ痛いんでしょ？いいね、笑顔でやりたいっす。無双してほしい。しかし美容整形を受けられるのはどちらか1人。4人のスペシャリストが話し合い、どちらに美容整形を施すかを決めます。その中でやっぱりその18歳っていうことと、最初にお母様の推薦っていうところがすごい引っかかって今日ここまで来たんですよ。1人目のももさんは、ちょっとしたことで本当に変われるタイプだったので、ちょっとした目の整形なのか。その後も話し合いは続き、美容整形を受ける1人が決定。そして整形サバイバル運命のジャッジタイムです。選ばれるのはどちらか1人です。お二方気持ちを聞いてみましょう。最後ですが、整形して本当に人生変えたいっていうかやり直したいのでお願いします。はい。第二の人生を明るく前を向いて生きていきたいのでよろしくお願いします。それでは発表いたします。果たして美容整形のスペシャリストたちが人生を救うのは。一回自殺未遂しちゃって、学校で本当に無理だなってなっちゃって、腰痛バターンって。自殺未遂にまで追い込まれた愛花さんか。目がきつい、睨まれてる
みたいだからどうにかしろ。ハローワークに通いながら2人の子供を育てるももさんか。愛花さんです。おめでとうございます。今回選ばれました。今のお気持ちは？喜んでいいのかわからないんですけど、めちゃめちゃ嬉しいです。なんで喜んでいいのかわからないと思ったんですか？だってももちゃんもいるから、私が喜んだら優しい、お互い気持ちがわかるから、そうだって悩んでることは一緒だから、私だけが喜ぶのは違うかなと思って。なんて素敵な心の持ち主なんだ愛花ちゃん。残念なももさん、ちょっとこういう結果にはなってしまいました。ただ整形をまずはせずとも他にやれることがまだたくさんあるんじゃないかと。はい、頑張ります。ありがとうございました。本当にありがとうございます。すいません。さあじゃあ愛花ちゃんね、本当にすげえ。なんでしょうこの素敵な絆を今見せて番組だな。そして愛花さんにスペシャリストが無料で美容整形。これから当番組ではおよそ数ヶ月間にわたり手術、ダウンタイム、そして衝撃のアフターまで密着していきます。随時経過も配信していきますのでご覧ください。さらに番組では美容整形で人生を変えたい人大募集。専用の応募フォームより今すぐご応募を。